タミヤレギュ準種に空力は効くのか検証したお話。お久しぶりです、よすけです。ニコニコ超会議が終わって、沸騰冷却 PC も一段落したので、ミニ四駆の動画を再開していこうと思います。で、超会議のために年初から腹筋をしていたのですが、ビボデーに見とれた女神様からプレゼントをいただきました。めっちゃ明るいライトです。レーンチェンジのスローモーション撮影。使っていたライトではルーメンが足りなすぎて、シャッタースピードを短くできない、ボケボケの動画に困っていたんです。あ、女神様の名前はハイジャさんという方。本当にありがとうございました。早速動作確認。これは明るい。説明書によると照度は18600ルクス。これはだいたい手術台の照度と同程度のようです。ということで、早速スローモーション撮影。これはワクテか。あ、ちなみにニックネームはハイジャとしました。つまり、ゴドックス SL62 でハイジャです。ハイジャーリで撮影した映像がこちら。すごい、めっちゃ鮮明に撮影できました。ちなみにハイジャなしだとこんな感じ。ハイジャなしでは ISO6400 まで上げているので、色味がおかしいですね。かつ、シャッタースピードを960分の1以上にすると真っ暗になるのでボケもひどいです。ちなみにハイジャーリの GoPro の設定はこんな感じ。FPS は最大の240でハイジャなしと同じですが、シャッタースピードを3840分の1まで上げて、ISO を1600まで下げることができました。これはデータ解析がはかどるぞ。ハイジャさん、本当にありがとう。ですが、LC がまともに入らなくなっちゃったんよね。おかしい。1月にタミヤレグ最速タイムを出した時と、セッティングを変えていないのに、LC が全く入らなくなってしまった。なぜだ？ちなみにセッティングはこんな感じ。Z ローラーを多少調整しても安定しないんよね。なんとなくなんですが、気温が上がって LC がふにゃふにゃになったなんて、考えられますか？どうやら新しい LC 対策が必要なようです。ということで、ルール無用界隈で流行っている、空力をやってみることに。でも、タミヤレグ遵守縛りなので、やれることは限られるんよね。とりあえず、アンダーパネルを装着してみました。材料はミニ四駆ベーシックボックスクリアーカバー。タミヤ純正部品だから問題ないよね。裏面はこうなっています。シンプルな形状。フロントバンパーからリアバンパーまでを、フラットにしています。凹凸をなくすことで乱流の発生を抑制。エネルギー損失がなくなることによる流速アップ。ダウンフォースの発生を狙っています。シャーシとアンダーパネルは1ミリのスポンジを挟んで、両面テープで接着。フロント側は、端をバンパーに引っ掛けるだけの形にしています。リア側は、ウィリー防止のスポンジと両面テープで接着。かつバンパーに引っ掛ける形状です。真横から見るとこんな感じ。往年のロータスのようなスカートやディフューザーはなし。本当にシンプルなフラットフロア。あ、ちょっと曲がっているのは C を押して曲がりました。タミヤレグ遵守なので車高も1ミリ以上あります。
フロントバンパー側は引っ掛けているだけなので、このマシンの特徴の一つ、ガバフレキによる可変スラスト機構は動作可能です。で、先ほど CO で曲がったと話しましたが、実はこのマシンはテスト済み。形状をいくつか試行錯誤しての最終品となります。アンダーパネルの効果はあったのか？結果をドン。多分、あったような気がする。上の段がアンダーパネルなし、下の段がアンダーパネルありの結果。テストは同日に、ローラーなどのセッティングを変えずに、アンダーパネルあり、なし、あり、なし、の順で実施しました。緑色は10周乾燥した結果、黄色は10周する前に CO した結果となります。アンダーパネルなしは LC が安定しません。2回 CO してから電圧がちょっと下がった状態なら、LC をクリアできる感じです。それに対して、アンダーパネルありでは満充電の状態で、LC をクリアすることが多かったです。最速タイムもアンダーパネルなしは 2.90、アンダーパネルありは 2.85 なので、アンダーパネルありの方が早い。つまり、アンダーパネルによる効果はあったみたい。ということで、最速ラップが出た試行回を、ハイジャのスローモーションで検証してみましょう。1周目、LC 中間での高さはほとんど同じか？2周目、も LC 中間での高さはほとんど同じ？3周目、LC 中間での高さに違いがあるぞ。アンダーパネルなしがこれまでより高い。アンダーパネルによってダウンフォースが発生。その効果があったのか？わからん。アンダーパネルによってジャンプが高くならないように、なっているような、なっていないような。ちなみにアンダーパネルなしは、この周回で CO しました。その後も、アンダーパネルありは安定して LC をクリア。7周目にフロントのスラストが早くつきすぎる。いわゆるバウンド現象でジャンプが高くなり、コースアウトしてしまいました。ということで、結果だけ見ると、アンダーパネルの効果はあったようですが、それがダウンフォースの発生によるものなのかは、判断しにくい感じです。風洞実験とかやってみたらわかるんですが、あと、そもそも流れの相似速を考えると、GT マシンと同じようなダウンフォースを得るには、JCJC で2秒を切るぐらいの速さが必要、と考えていたので、今回のダウンフォースには、ちょっと懐疑的な部分もあります。まあ、アンダーパネルによって LC が安定するようにはなったので、次はいよいよパワそう、と思っていたのですが、超会議でルール無用 JCJC を観戦して、ちょっと迷っています。早くオリジナルマシンが作りたい。アイデアは以前から温めておいたものがあるので。なので次回の動画の予定は未定ということで。ではでは。